福島県出身荒汐部屋、小結欧勝馬、モンゴル出身鳴戸部屋、最後は大関琴櫻、千葉県出身佐渡ヶ嶽部屋。代わって西方幕内土俵入り。こはできてたんですけど、高く上げる、高く上げるのはやっぱり、足の力強くないとなかなか難しいですね。こう自分の集中力を高めるために琴恵光をやっているそうですね。もう集中力はすごくなるんですね。はい。さあ御嶽海との顔合わせです。御嶽海は今年1月3月と負け越して十両を挟んで幕内に戻ってきました。立ち合いです。御嶽海が押していきます。御嶽海が押していきます。強さを見せました御嶽海、3連勝。素晴らしい滑り足です。すごいですね。圧力ありましたね。そうですね。やっぱり琴恵光の方はちょっと立ち合いが足りないなって、もっと思いっきり当たってもいいかな、出られないんで、そうですね。こうやって胸で行くとね、ちょっとなかなか前出づらいだろうなって、特に、そうですね。難しいと思います。前出てほしいなと思いますので。はい。獅司も1メートル93センチと。手も長いんですよね。回し取りにかかるとね、なかなか離せないだろうなってはありますので。はい。注目の取組、嘉陽と獅司です。嘉陽は連敗ストップなるでしょうか。さあ嘉陽が低く当たった。さあ獅司を押す。しかしここで戻す。獅司が力を見せる。嘉陽土俵際、獅司が勝ちました。嘉陽は開幕3連敗。立ち合いから嘉陽を押しましたけどね。そうですね。あそこを引いたらいけなかったことにはやっぱり前も落ちないんですよね。こうやって手引いても。そうですね。劣勢になってからの獅司はどうでしたか。まあそうですね。獅司的にもなんか相手は立ち合いが強いと分かっておりますので、とりあえず回しってこだわって捕まえたかったなってはありましたんで。10勝5敗、5月は9勝6敗と勝ち越しています。そうですね。秀ノ海も土俵長くなりましたんですね。僕うちの部屋に入ってきた時に僕の後輩になりますけど、すごく真面目で、一生懸命頑張ってた。もう一時期この間1年前とかちょっと苦しんだ重量の下で、でもこうやってやっぱりまた自分の体作れる、ありますので、まあそうですね、上でも頑張ってほしいなと思いますね。はい。立ち合いうまくいきませんでした。秀ノ海が少し早く出てしまいます。今場所初勝利を目指して秀ノ海は相当やっぱ筋トレもして体も仕上げています。さあ藤ノ川低くいった。藤ノ川低くいった。しかし秀ノ海の圧力。藤ノ川体格では小さいんですが角度のある相撲を取ってきます。胸をつけて、さあここはどうだ。秀ノ海を収める藤ノ川。藤ノ川の勝ち。藤ノ川新入幕初勝利。よかったな。大丈夫かな。ちょっと苦しみながら大丈夫でしょうか。痛そうにしていますが、首が痛めたかな。首ですか。そうですね。ちょっと首に電気がしたと思いますね。大丈夫。苦悶の表情を浮かべています藤ノ川。3日目に試合がだから秀ノ海は一番最初にまたなったのは早めに当たりたかったな、自分の体勢に作りたかったから、やっぱり藤ノ川は立ち合い早いと
ああやってもろ差しに入られたりとかそういうのは怖かったんでどうしてもそういうのになっちゃったんですけどね、はい、なんでやっぱりそうですね。でも秀ノ海もやっぱ重いんです、腰が多いんで、そういう思いっきり頭で当たってちょっと首痛めたのは分かんないですけどね、内容に太さ見てくださいよ。確かにそうですね。本当に素晴らしいですね。ね、その藤ノ川と美ノ海に連勝で、勝ち越して、上々の滑り出しなんですけれども、身体能力の高さっていうのが一つ、売りやそうですね。やっぱ体が素晴らしいですね、こうやって見てもね。はい、でこのように体見るとやっぱりまだまだ、成長終わってないなってはありますので、まだまだ、やっぱりこれから小野里横綱についてきてみんないい力士が上がってくるだろうなっては感想ありますね。はい、一方は琴勝峰です。連勝発進の両者です。さあ、まわしを取れるか。さあ、草野、琴勝峰が押す。どうだ、どうだ。いや、しかし粘った。草野粘った。さあ、両者まわしを取った。場内から拍手。ここは土俵際だ。いや、草野粘った。いや、しかしここは琴勝峰。草の粘りを見せたんですが、ここは琴勝峰です。3連勝となりました。いや、最後草野の粘りもね、ちょっと魅力的でしたね。そうですけど、ちょっとなんか、土俵入りの勝ち、琴勝峰はもう長いんですね。僕の時から一緒に、当たったことありますので、はい、そうですね、やっぱりいい相撲を取りますので、はい、ちょっと膝の怪我で悩まされたんですけど、いい相撲を取りますね。はい、先場所は序盤に休場というところから始まったんですけれども、その後6勝4敗で、その取り組みだけを見れば勝ち越しているんですけれども、ここからですよね。そうですね、ここはあれしたんですね、うまく。でも後ろをよく捕まったんですね。草野が背中を見せたところ、後ろに回しを、そうですね、手を離さなかったのは良かったなと思います。でもお互いにね、取り組みうまいですね。相撲はうまいですね。いい相撲でしたんですね。一つ言えるのは見どころたくさんの草野と上半身の柔軟性、相手の力を受け流していくような技術が高い元大関です。非常に謙虚な姿勢で人気も高い正代と、さあ、朝紅龍低くいった。しかし正代、上体の柔軟性が高い。さあ、しかし朝紅龍がいく、正代土俵際突き返した。朝紅龍の勝ち。土俵際で正代は粘りました。しかし朝紅龍の鍛え上げられた上半身、突き出していきました。朝紅龍、やっぱり自分の体より大きな相撲を取りますね。もう本当に当たりにいった時の圧力止まってないんです。もう立ち合いから最初から自分のところで手をつけて、ここで正代は力左差してるんで、もう普通に発揮するのにそれでも構わずに前に出ますね。それが素晴らしいなっては思いますので、やっぱり力ある証拠ですね。うまいですけれども、どういうふうにこの翠富士のここまでの相撲を見てますか。そうですね、やっぱり自分で、何やっても思いっきりやることは素晴らしいなと思いますので、体小さいから、迷わないんですね。あと勝ちにこだわってないんですね。集中力もすごいなと思いますので、そうですね、素晴らしい自分のペースで相撲を取っているのはいいなと思いますね。非常に引き締まった表情です。そもそもこうやって見るとみんな怖い顔してますけどみんな優しいんです。さあ、美ノ海下を取りに行った。そして上に回した。どうだ翠富士。いや、しかし粘った。さあ、突っ張りかわした翠富士。ここは美ノ海が最後かわす形になりました。翠富士の連勝はここで止まりました。美ノ海は今場所初白星です。美ノ海やっぱり見てましたんですね。相手小さいと思いっきり行きづらいんですよ。やっぱり何してくれるか向こうも分からないから、やっぱりちょっと素晴らしい相撲でしたんですね、お互いに。
相撲っていうのはやっぱり負け方っていろんなあって、やっぱりこの負け方でも自分でできることを出し切ったっていうミドル富士なんで、明日についてはこの相撲って結果的には負けたんですけど、相撲的には気持ちでは負けてはないっていう気持ちはあると思いますので、これからだと思いますので、そうですね、いい相撲を取りました。いや素晴らしいですね。もういろんなところから聞きますので、やっぱりすごいですね。狼雅はね、時折この二子山部屋のチャンネルにもみんな明るいんですね、優しいしね、もう本当に素晴らしいですね。はい。怪我の影響もありましたが、5月場所で幕内に復帰してまいりました。先場所9勝6敗と力を見せています。連勝発進の狼雅。さあここは時疾風が低くいった。目を合わせる。狼雅まわしを取りに行くが時疾風が最後は力を見せました。下半身の安定感もそうですし、すごかったですね。相手に回しも取られたんですけど、これ回し取らないといけないっていうこだわりすぎてちょっと体伸びちゃったのはありますので、そこはうまく使ったんですね。狼雅としても、自分の得意なねこのですけれども、可愛い対決なんですよ。熱海富士も場所を追うごとに実力をつけています。アベマのバラエティー、チャンスの時間をどちらの圧力が勝るか、これ立ち合いから注目ですよね、これね。そうですね。立ち合いを2人も強いんで、勝負なんですね。さあ低くいったのは隆の勝ですが、さあ隆の勝の圧力、前に出ていく、土俵際だ。さあ熱海富士が押し返す。熱海富士、隆の勝も圧力を見せていきました。前に出る推進力を見せましたが、最後は熱海富士でした。そうですね。いやそうですね。熱海富士ちょっともっと渡りたかっただろうなってはありますね。隆の勝はここから隆の勝ちょっと左手が上がっちゃって、よく押し相撲にある癖なんですよ。そうなんですね。で左上がるとね、ちゃんと脇締まってないってことの証拠なんで、ああやって刺されてきても強いし、当たってこなくても土俵なんで叩き込みもうまいし、何から何までもうまいんで、当たりたくないような一人になってくるなと思います。でもこれお互いに千代翔馬さんも相撲はいろんな幅ありますので、面白い立ち合いになるかわかんないですね。両者ともに相手に考えさせるタイプです。そうですね。さあここは千代翔馬がまわしを取りに行くが、一山本はつく。さあここは喉を取ったが、一山本が押す。一山本の勝ち。3連勝となりました一山本。やっぱりそうですね、もろ手はすごいですね。それは一山本の武器だなと思いますね。ここは入ってます、左も。素晴らしいですね。一山本はその作戦として今日はこの千代翔馬に対しては喉行こうというふうに。そうですね、やっぱり相手を起こそうって、やっぱり一山本も多分回しが取ったら千代翔馬割られても喉を狙うのはやっぱりなかなか難しい相撲取りなんです。ただいまの決まり手は押し出し。喉にやっぱり可愛い人間なんで、本当に応援したくなるんですね。もう塩巻き方も可愛くないですから、ちょっとうまく込んで本当に一つまみだけ。そう、本当に一つまみなんです。可愛いですね。裏っぽいですね。これ結構ね、この場所中の楽しみの一つでもあると思うんですが、裏ファンにとってはたまらない時です。相撲の内容としてはね、レスリングのね出身ということでね、いろいろできますからね。注目の対決です。さあ宇良が低くいく。佐田の海、さあここはスピード勝負になるか。宇良の勝ち。宇良3連勝。立ち合いから低くいきました宇良。
改めていかがですか。そうですね、やっぱり自分の立ち合いは、当たってで自分前出るよりいなして、はい、いい取り組みのスローかと思ったら、はい、本日はご来場くださいまして誠にありがとうございます。佐田の海はちょっとこうね体を、横に流されるような形で、そうですね、多分苦手だろうなっていう裏取り組みは、でもまあ立ち合いが良かったですけど、裏をここで、うまく回ってあれしたんですね。新しいこう段階をまた踏んでいくっていう感じになりますよね。そうですね、まだ若いんですので、あそこを優勝してなんか変わったとかなんか終わりとかはないんで、はいそれでまだ、怪我直して、これから、上目指せるような優勝したってことを上目指せるような力まだまだあるってことなんで、そうですね、それに、過去が忘れて一から上目指していくっていう気持ちにこだわった方がいいかなと思いますので、はい一方の翔猿もさまざまな技を持っています。翔猿さんもすごいですね、はい、体作ってますね、毎回毎回。さあこれは武富士のパワー、アグレッシブな相撲、しかし翔猿も負けていない。後ろの回しを取った、両者回しを取っている。さあ武富士、しかし翔猿も決して負けていない。さあ武富士のパワーが炸裂する。いやしかし翔猿も粘る。どうだ、軍配は翔猿、軍配は翔猿です。際どい戦いになりました。考えて相撲を取ってますね。そうですか。素晴らしいですね。取り組みのポイントになったところはどういう？そうですね、やっぱり差したかったんで差したし、で慌てない取ってるんで、はい、すごいいい相撲出したなと思いますね。はい、ここ右差して、そうで相手は攻められてもそこで、回し切られてもっていうことで体伸びないですね、ここは回転、はい、すごくいい相撲でしたですね。でここから武富士がパワー見せていくんですが、武富士は体見てると稽古量が稽古量は普通の人より多いんですね。そうですか、好きですね。もう稽古するのも好き。もうすごいですね。お互いに立ち合いから素早く、そしてパワフルに来るスタイル。豪ノ山は連勝を伸ばせるか。さあ立ち上がった明生、一瞬で勝負がつきました。立ち合いから明生は作戦を立てていたでしょうか。豪ノ山悔しい一敗です。体起きてるから、あれなんですけど、ちょっと頭下げすぎたもありましたんですね、豪ノ山がね。そう下見るとやっぱりああいうって落ちるんですね。僕もよくやられてたんですけど、押し相撲だったから、そうなんですけど、明生はやっぱりそうですね、もっと、当たって勝負で見たかった。このやるのもね、見るのは、簡単に見えるんですけど、これはね、なかなか難しいの立ち合い、圧倒していきます。平戸海、大野里と同い年ですからね。すごいですね。この世代が今この角界をまさに盛り上げようというね。そうですね、確かにもうその世代になってきたんですね。25歳、26歳の横綱ですからね。すごいですね。そして21歳の伯桜鵬。注目の若手対決、幕内での対戦成績は両者1勝1敗です。3場所連続勝ち越し中の伯桜鵬です。さあ平戸海鋭くいきましたが、伯桜鵬が押す、土俵際、しかし平戸海盛り返す。すごい。ここは最終的には力を見せた伯桜鵬です。平戸海も鋭くいったんですが、そうですね、やっぱり伯桜鵬の足が止められなかったっていうことで、攻めてきたなってはありますので、最後の左の差しはもうお付けはすごかったなという感じですね。平戸海は鋭くいきました。平戸海はね、立ち合いが良かったし、自分の体勢に持っていこうとして左差したんですけど、なかなかやっぱり相手は止まらないとなかなか自分の体は、攻められてきてるから、
攻め曲げるとやっぱり相撲はですね、でもね、相撲怪我するような相撲を取らないって言ったら確かなんですよ。前出て相撲を取るんですけど、怪我するのはやっぱりスポーツなんでしないといけない。でもやっぱりそれほど体は頑丈なんてことはありますね。まだまだ成長似てるじゃない？確かにちょっと似てますね。あれ肌がピンクのそうですね、そうです確かにね。たまにと思う似てますねと。ね。でも体型とかもやっぱりちょっとこそうですね。でも身長が10センチは違います。さあベテランの玉鷲、上体を起こされたが押していく、金峰山が押していく、土俵際玉鷲の勝ち。大ベテラン玉鷲3連勝。今のベテラン使わない方がいいと思いますよ。ベテランさがないんですよ。そうですか。はい、もうどこでもベテランさ感じないんですよ。上体を起こされたんですけどいやベね。テランだからやっぱりちょっと負けたとか言わせないんですね。彼の素晴らしさはね、やっぱり。3連勝でこの場所非常に状態がいいということを感じさせます。そうですね。やっぱりレスリングは相撲には結構つながるとかね、潜り相撲とかいろいろ取るんですけど、やっぱこんな魅力的な体はね、前攻めるのがすごいなと思いますね。2人も若いし身長もあるし、ね、これからの活躍を楽しみにしていますね。欧勝馬は豊昇龍と同じ飛行機で日本に来たという。同じ飛行機、すごい。で一人横綱一人そうですね。すごいですね。で大野勝は大野里の日体大の同期です。注目の対決。ここはかわそうとここは欧勝馬、しかし大野勝が張っていく、大野勝が押し出した。大野勝の勝利。連敗を止めたのは大野勝でした。ちょっと心配したですね。どうですか、その立ち合いのところかわそうとした時。いやあれぐらい体あるのにね、なんでかわそうとするかなって思いますね。なかなか珍しいんです。で難しいです。でここは難しさは、体はそういうふうに覚えていく、そういう勝ち方に覚えていくと、自然にそういう体は、楽に勝とうとする気持ちに働いて、たまに出ちゃうんですよ。勝ち筋を見つけるとしたらどういうふうな相撲を取っていけばいいですかね。そうですね。阿炎はやっぱり中に潜りたくない若隆景なんで、そうですね。そこにはでもやっぱりしつこくついてくるのは若隆景の武器なんで、そこを潜らせないのは阿炎なんで、やっぱり引いたりもあるし、もろ手でいくことも考え。阿炎も両肘にテーピングがあります。手をついてここ阿炎かわしにいった。阿炎の勝ち。若隆景が下から素早く行きましたが阿炎はかわしました。ここはすごいとか悲しいのは、若隆景も絶対来ると思ってた。そうですか。どうなるかって両手で来るかはたきに来るかってでも来たですね。そうです。難しいことですね。ここは技術を見せていきました阿炎。2勝1敗。明日は一番ってことなんで、もうそれ以外は勝ち負けにこだわるとやっぱりどうしてもってなっちゃうんです。もう自分のできることもできなくなるんですよね。でそこは多分彼的には考えなりで一日一番集中して自分の相撲を取りたいだろうなっては気持ちはありますので、結果は千秋楽なんで。そうですね。手をついてさあ立ち合い低くいったのは霧島。両者体を起こされる激しい突きです。さあ王鵬が土俵際、霧島が行く。霧島が勝った。霧島3連勝。持ち味の相撲を遺憾なく出しました霧島です。こ
こなんですよ、さっき言ってた王鵬のおとなしい相撲なんですよ。あもっとねアグレッシブとかもっとなんで厳しい相撲取れるような感じがありますので、はいまあやっぱり、元大関、霧島はそこは許さないんですね。相手が止まったところは絶対もう攻めていくんですよね。はい、ここは左入って、はいね、もう止まらないんですよね、霧島は。規制退場を行います。霧島3連勝で場所の序盤、まあ、調子いいですね。いや、いいまあ形です相撲を見ると、ね。見えているんですね。琴櫻のその去年その年間最多勝した時と今年のその相撲違いとかっていうのは中村さんはどういうふうに見てますか。違いはやっぱり、ちょっと膝の具合が良くないとか、はいそういうなんか心配してるとか、思い通りは前は出られないのになったとか、そういうのはありますので、まあ、治りかけてきてるなって思いますので、んまだ治ったらまだ、まあ、すごく力まだ復帰するじゃないかなと思います。はい今日はそのパワフルなより見られるでしょうか。一方の高安も非常にさまざまな技術があります。さあ琴櫻、さあ力強く寄っていきたい。高安も耐える。さあ高安が押すか。しっかりと組み合った。さあ高安が動いた。高安が動いた。琴櫻に抜けをついてしまった。高安の勝ち。高安が2勝目です。いやー、取組ご覧になっていかがでしょうか。そうですね、まあ、お互いに立ち合いが良かったんですけど、やっぱ琴櫻さん、やっぱり怪我は、時間かかるようなものなんで、治ったらまだ、楽しみにしてると思いますので、はい、まあ琴櫻にとってはうまく伝わったかな。はい、いやいやでも大丈夫確かにでしたかな。左足と右足の確かに対比っていうのが全全然違う然ちょっと違うん形でね。ですしたよね。はい、ちょっと違うんですね。まあ、なのでこう高安とこう動き始めた時に踏ん張れなかったですね。そうですね、やっぱり左足最高です。はさあ若元春、大野里です。まあ大野里の強さはそうなんですけれども、若元春もね実力を場所ごとに増してますかい、ら。そうですね。顔の表情も変わらずに、もうどんどん強くなって素晴らしいですね。はい筋肉も背中の筋肉もどんどん盛り上がって、すごく立派の、はい三役力士ですね。若元春は、まあね、その荒汐部屋の合宿行かれた時お話になったと思いますけれども、どういう感じでしたか。いやもうやっぱり2人兄弟は明るく楽しく、はい最高の力士だなと思いますので、もうなんでいう自分らしい稽古して5分で、2人で兄弟で稽古してすごいで一緒にちゃんこも食べさせていただいたんですけど、やっぱり明るいね、僕もともと元気中から知っていますので、さあ昨日は豊昇龍に勝った金星を挙げた若元春、大野里に対してはどうでしょうか。さあ大野里リーチを生かして大野里の勝ち。若元春少し滑ってしまったか。しかし大野里このすごく違うんですね。一発の突き、いやもう素晴らしいですね。まあこのリーチを伸ばしたところでもパワーが出るんですそうねで。すね。これはなんで足が滑ったってさっきおっしゃってたんですけど、やっぱ足が滑ったようにどっち見ていきましょう。ここですね、彼も押されてるんですけど、ここの圧力は素晴らしいんですね。体はもっと力入れて戻さないとってことで、その圧力に頼れなくなったってはあります。それは小野里のやっぱり横綱の違さだなってはあります。横綱は2場所後、3場所後、1年後のまた違う横綱になってくるんで、悔しいと話していました。もう一人の横綱に対してどうでしょうか。豊昇龍、昨日は金星配球。しかしもう一度切り替えて、この2人の相撲のスタイルからしてその勝負のポイントになってきそうな部分というのはガガマルさんはどういうふうに思いますか。そうですね、横綱はやっぱり、捕まえたいだろうなってはありますので、胸合わせたいもありますし、はいそうですね。でやっぱり下から攻めたいのはそうですね、青錦の気持ちで胸合わせたくないもありますし、前みつ取りたいだろうなってはありますけど、そこまでは、横綱ではそんな甘くいかないだろうなってはありますね。
まあ豊昇龍はもちろんパワーもありますけれども強力な投げ技もありますし、もちろんですね、投げが素晴らしいんで、今日の結びの一番、若手の青錦が豊昇龍に挑戦していきます。大野里と豊昇龍2人の横綱。さあ青錦低くいった、体勢上がらない、しかし豊昇龍パワーもある。さあ振り回される。さあ豊昇龍どうだ、青錦どうだ、青錦が勝った。青錦金星。危険ですので結びの一番、ないでください。豊昇龍を倒して青錦が見事金星です。座布団を投げないでください。 IG アリーナ2日連続の金星。場内のざわめきです。ただいまの決まり手はここで青錦がやりました。中村さんいかがですか。おめでとうございます。こだわらずに自分の相撲を取り切ったなって、やっぱり足腰強いんですね、ちゃんと、はい指取り式は押されても押されても、ここ自分で右取った瞬間に、もうやっぱり膝が曲がってますね、はいこれで投げに行ってもなかなか投げられないって感じで、素晴らしいですね、ここでもう足も取ったんですね、すごい素晴らしいですね、楽しみな歴史ですね。そうですねはい、そうですね。まあ昨日は大野里にすごく悔しい思いをしたと思うんですけれども、そうですね、やっぱり横綱2人横綱なんですので、はそうですね、そんな簡単ではないですけど、今日についてはいい相撲を取ったんで、これ自信になってくるんで、はいこれからまだ12日もありますので、それを自信持って頑張ってほしいなと思いますね。はい、一方の豊昇龍は連敗ということになりました。そうですね、ちょっと今日相撲を見てて、なんでいう早めに白星出たい気持ちがあったんで、ちょっと昨日の引き続きに勝とうっていうような気持ちにこだわったと思いますので、横綱は自分で分かっていると思いますので、明日から立ち直って頑張ってほしいなと思います。そうですね。はい、場内では弓取り式が行われています。弓取り式は立浪部屋の天空海が担当します。さあここまで結びの一番までご覧いただきました。